料理研究家のリュウジさんが最近また炎上してましたけど、リュウジさんって料理を作り続けることができない人なんですよ。厳密に言うと、レストランとかで美味しいメニューを発明して、で、その美味しいメニューというのをレストランで同じメニューを作り続けるというのが、レストランでの経営っていうことなんですよ。例えばじゃあさ、僕がめちゃくちゃ美味しいペペロンチーノを発明しました。めちゃくちゃ美味しいペペロンチーノを毎日作り続けるレストランを作ると、そこのお店は繁盛するんですよ。でも、リュウジさんってめちゃくちゃ美味しいペペロンチーノを発明はできるんだけど、同じものを毎日作り続けられないんですよ。なので、2、3日ペペロンチーノ作ったら飽きちゃって、もう俺やりたくねえ。もう俺できねえ。とかってなって、酒飲み始めちゃうんですよ。っていう人なので、面白い、美味しいレシピ。で、しかも簡単なレシピを思いつく能力はめちゃくちゃ高いんだけど、それを金にする能力っていうのが、昔は社会になかったんですよ。美味しい料理を思いついて、それをやり続けられる人というのが飲食店という形でうまくいくんだけど、飲食店以外に料理を発明する能力というのを求められることがなかったんですよ。ところがどっこい、リュウジさんのバズレシピみたいなので、簡単に作れて美味しい料理というのを、じゃあそのインスタグラムで出しますとか、YouTube で出しますってやると、それだけで再生数が回って、結構な収入になって、で、しかも知名度が上がってきたので、じゃあリュウジさんが出すカップラーメンですっていうと、あ、どんなんだろう食ってみたいっていうので、めちゃくちゃ儲かるっていうような状態になったんですよ。っていうのは、これは社会の中で YouTube のようなものだったりとか、インスタグラムのようなものだったり、SNS のようなもので、この人面白いよねっていう知名度が出来上がるという、社会のインフラができたおかげでユージさんめちゃくちゃ儲かるっていう状態だったんですけど、多分昭和に生まれてたら、多分なんかね、面白いこと言ってたまに料理すると美味しいけど、飲んだくれの使えないやつっていうのだと思うんですよ。っていうのがあるので、社会にとってこの人の能力っていうのが、うまく歯車が噛み合うときと噛み合わないときっていうのがあって、YouTube とか SNS プラットフォームっていうのができたときは、料理研究家っていう人たちはめちゃめちゃうまくいくんですけど、そこのプラットフォームがあるかどうかの問題だと思うんですよね。リュウジさんの、もし興味があったらレシピ見てみてください。いや、実務とエンタメを実は分ける必要がなくて、エンタメも実務なんですよ。会社員のやってる仕事は正しくて、IT とか虚業だよね、バブルだよねって言い方をされてたんですけど、実務って何っていうと、結局金を儲けるかどうかなんですよ。額に汗をしていない金儲けは良くないという思想はあるんですけど、基本的に金儲けをして、その金で給料をもらって食う人たちがいて社会を回すなので、金を儲けること自体は法律に違反してない限り基本的には正しいんです。なので、エンタメで、じゃあテレビ局とかもエンタメなんですよ。で、出版社っていうのもエンタメなんですよ。っていうので、メディアというのは基本的にエンタメですと。で、エンタメを見ることで人が幸せになって毎日暮らしてて、で、そこで給料もらって働いてる人がいて、というので、社会もあるよねっていうので、実際じゃあ人間にとって必要な産業は何かっていうと、一次産業、二次産業だけで済んじゃうんですよ。農業と工業だけで人間って生きていけるよね。なので、三次産業、情報産業というのは、なくても実は人類には必要ないよね。なくても何の問題もないよねっていう思想はあるんですよ。でも今時じゃあ三次産業の情報産業、エンタメ産業とか、海外旅行とかっていけませんって言って、人は幸せに暮らせるのかっていうと、なかなか厳しいと思うんですよね。なので、人が幸せに生きていくという中ではエンタメ産業というのは結構重要な要素を占めているんじゃないかなと思っていて、で、これがなんで重要な要素を占めていくかっていうと、僕宗教が弱くなってるからなんじゃないかなと思ってるんですよね。何が幸せかというのを教えるということを宗教がやらなくなってしまったので、結果として見て楽しいとか、時間を潰して、この体験時間見ていたものは良かったよねっていうふうに思うものが、結局エンタメ産業になっちゃったんですよね。音楽好きですって言うと音楽をエンタメとして聴いてる人がいると思うんですけど、イスラム教徒の人たちって、お祈りをするときに、あれ、お祈りの元々の原文通りに言うんですよ。で、キリスト教の場合って、聖書って、その国の言葉に翻訳されていて、もともと多分ラテン語で書かれてるんですけど、でも日本の場合だと聖書って日本語で書かれていて、アメリカだと英語で書かれているっていう言葉が変わるんですけど、イスラム教基本的には元々のその言語で音楽として唱えるんですよね。お坊さんとかがお葬式の時に般若波羅蜜多神教とかっていうのなんですけど、あれも元々の般若心経っていうのがインドの方から来ましたっていうのを、音とリズムで木魚をポンポン叩いてやるっていうので、実は宗教って元々は音楽だったんですよね。で、その音楽で気持ちいいよねっていうところで、その中でただ、実は歌詞としてのお経というものがありますと。で、それを聞いていくと、あ、こういう意味があるんだっていうので、空即是死で世の中というのは全て無で、なんかそこに物があると考えてもしょうがないんだよね、みたいな、あ、実は言って
ってること深いんだみたいなのがわかるみたいなので、洋楽を聴いてる人たちっていうのも、なんとなくかっこいいから聴いてるだけなんだけど、実際歌詞を聞いてみると、こういうことを言ってるんだ、この歌詞はイマジンってそういう意味なんだみたいなのが分かったりするみたいな感じで、宗教ってもともと音楽と音で、あわよくば歌詞の意味も知ってねみたいな感じで広まっていったんですよ。で、ところがそこの宗教から離れた音楽、純粋な音楽というエンターテインメントだったり、映像だったり映画だったりドラマだったりとか、バラエティ番組みたいなエンタメ性のものばっかりが来てしまったので、宗教が弱くなっちゃったんですよね。要は楽しむというのを宗教を使わなくてもいいよねっていうになってしまったので、なので人はどう生きるべきとか、人は何に幸せを感じるべきかっていうのが、結局教える人たちがいなくなってしまったんですよね。で、エンタメの場合は儲かればいいよね、なので、なるべくこう、かっこいいでしょ、じゃあこれ買ってくださいとか、面白いでしょ、じゃあこれサブスクで課金してくださいみたいな感じになってしまうので、なので、お金を払って気持ちよくなったんだけど、その後にはお金を払ったという事実しか残らなくて、果たしてそれが幸せのための階段を登ってるのかっていうと、結構難しいっていう価値観になってしまうっていうのが、現状なんじゃないかなと思うんですけど。副業でお料理系 YouTube を始め5ヶ月で視聴者が4000人になり、広告を持つきお料理オンライン講義も開催でき嬉しい限りですが、同時にアンチコメントも増え、まずそう下手、私のレシピパクらないで動画を削除して謝ってとメッセージが来てしまいました。ネットで著作権について調べたり、初回無料の弁護士さんにも相談し、これは著作権違反とは言えませんとご回答もいただきました。これからアンチには全て弁護士に任せた方がいいでしょうか。まだまだ初心者でイラクさんのご意見聞きたいです。料理のレシピって著作権全くないんですよね。なので、実は料理本ってパクっても何の問題もないっていうのが、クックパッドっていう会社が今では結構でかいんですけど、昔、うちの某未来検索ブラジルっていう会社の横に、隣にオフィスがあったことがあって、一つのフロアを3つに分割して、隣の部屋がクックパッドなことがあるんですけど、で、クックパッドが他の料理本を完全にパクってレシピを載せて、すげえ揉めたってことがあるんですけど、レシピ自体は、思想感情の表現ではないので、著作物ではないんですよ。著作物っていうのは人が作ったものとか人が書いた文章って思いがちなんですけど、実は思想感情の表現ではない限り著作権は発生しないんですよね。誰かが作った著作物はあるんですけど、日本の法律上著作権は発生しないんですよ。スパゲティを作るレシピとかっていうのは思想感情の表現ではなく、美味しいと人間が感じる配合でしかないので、著作物ではないんですよ。著作権が発生はしないので、レシピってパクリ放題なんですよ。なので、全然パクってもらわないと思います。で、いちいちアンチにお金かけてもお金損するだけだと思うんですよね。某なんとかさんっていう割とネット上でちょこちょこアンチの多い人がいるんですけど、で、その方がいろんな人を訴えたんですけど、負けまくりなんですよね。僕の所属してる会社も訴えられたんですけど、訴えられたにもかかわらず和解しませんかっていうのがあちら側から来るっていう、じゃあ訴えんなやって思うんですけど、ともあれ蹴ったんですよね。っていうのがあるんで、僕がガジェット通信っていうニュースサイトを手伝っての役員やってるんですけど、で、そのニュースサイトから配信するポータルにもあって、で、ポータルの人たちっていうのは揉めたくないから和解しますって和解したんですけど、うちとしては別になんか悪いことやった気もないから、なんで謝んなきゃいけないのっていうので和解を蹴ったんですよ。っていうのがあって、訴えまくってるんですけど、何件かもうすでに訴えて負けてみたいにやってるらしいので、弁護士さん儲かってると思うんですよね。弁護士さんって勝とうが負けようが儲かるんですよ。なので、なんか H さん自体が訴えたくてやってるのか、弁護士さんに騙されていっぱい訴えて手数料をいっぱい取られてるのかわかんないんですけど、あんまり日本って訴えても得しないんですよね。なので、基本仕方でいいんじゃないかなと思いますけど。40代専業主婦です。料理講師の資格を生かして料理系 YouTuber を始めようと考えています。あまたある料理系チャンネルですが、どのような内容が良いか悩んでいます。海外向け。料理をされているひろきさんにも見ていただきたいと思っていますが、どのような料理チャンネルを見たいんですか？英語の字幕をつけて海外向けにやってる日本料理チャンネルって割と海外で再生数伸びたりするんですよね。日本料理っていうか、日本の家庭料理って結構凝ってて複雑だったり見た目面白かったりするんですけど、日本の中ではそれが普通だと思われちゃってるので、なのでキャラ弁みたいなやつって海外からするとめちゃめちゃ驚かれるんですよ。日本だと割とキャラ弁ってもう家庭で作ってる人がいて、お弁当に絵が描いてあるとか、可愛いって普通になるんですけど、あれめちゃくちゃ珍しいんですよ。他の国って子供のランチ持ってきてって言われると、買ってきたサンドイッチとポテトチップスとかとコーラ渡してはい終わりみたいなので、お弁当箱に手作りの料理が入ってるっていう方が実はマイノリティなんですよ。たまにいますけどね。ただ基本的にはもう買ってきたものをカバンに突っ込んでほらよっていうのが昼ご飯だよねっていうのが当たり前なので、お弁当箱の中に手作りの料理が何個も入っていてご飯が入ってるとか超絶レアなんですよ。
なので、実は日本の料理っていうのが海外の人から来ると珍しいっていうのがあったりするので、そこら辺の海外向けっていうのをちゃんと意識して字幕をつけてやるといいんじゃないかなと思います。レシピ英語で書いたりとか。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。